こんにちは、すずです。今日は毎日メイクの動画を撮っていきたいと思います。結構前の動画とは違う化粧品を使ってみたい、すごくおすすめの化粧品もあるので、よかったら最後まで見てってください。ではどうぞ。オーレンズグローイーティアのチャコールを今つけてます。 VDL のトーンステインカラーコレクティングプライマーの03番とエチュードハウスのプライマーを使います。本当にちょっとで大丈夫。ワンプッシュ、こっちは半プッシュぐらい。これを混ぜて塗っていきます。これを比較的顔の中心部だけにのせていきます。顔全体にブワーって明るいカラーを塗っちゃうと逆に顔が大きく見えちゃうので、中心部分にだけ塗っていきます。次に本当にみんなにおすすめしたいトゥースラッシュ4っていうかな、これハイライト兼コンシーラーなんですけど、イソンオンニがおすすめしてくれて使ってみたんだけど、やっぱり可愛い子のおすすめは的確だなって思って、ちょっとレモンっぽい、なんて言うんだろう、こんな感じなんですね、テクスチャーが。でこれを私はクマ、鼻筋、とにかく光らせたいところ、くすみを飛ばしたいところに置きます。本当にこの少量で大丈夫、これぐらいで OK で、これを仕込むんです、下地の上に。本当にこれ革命的で、私本当に良すぎて、友達が泊まり来た時とかもじゃあ使ってみたいな感じで使ってもらって、もうみんなめっちゃいいって言ってすぐ買ってました。多分これ韓国では結構人気なんやけど、まだ日本では知られてないけん、オリーブヤングに売ってるし9点にもあったのでチェックしてみてください。ファンデーションはイーザー&の15番。結構最近の夏はイーザー&のクッションハンデにハマっています。こんな感じで、結構これが明るめのカラーなんですけど、私は明るめが好きなので明るめをのせてあげてます。めっちゃ綺麗なの、イーザー&のクッションハンデ。すごい今顔だけがめちゃくちゃ白いので、これを使います。ザ・セムのコンシーラーを使います。このピンクを取ってクマの部分にのせていく。この緑を取って鼻の横の赤みとかを消していく。このベージュを取って上にのせます。パーフェクトダイアリーのピンクのパウダーを使っていきます。夏は本当にパーフェクトダイアリーが優勝です。パウダーは私前髪があるので、おでこにしっかり蓋をしていきます。ここでポイントなのが全部パウダーをのせないこと。この今からメイクする眉毛と目の部分にまずはのせます。目の周りとかは私はこういう大きいブラシを取って軽くのせるイメージ。セザンヌノーズアイブロウパウダーの01番、これずっと使ってる。私は眉毛アートをしているので、本当になぞる感じで描いていきます。濃い部分を混ぜて、平行だけどちょっとつり眉意識にしたくて、この薄いカラーを混ぜて眉頭にのせていく。この時に本当にこうぼかす感じのせるとすごく自然に眉毛が出来上がります。こんな感じで、私はペンシルよりパウダーでやる方が自然に眉毛ができるなって思っています。こんな感じ。次こちらを使います。これは肌色になっているんですけど、まず眉毛の色を消してくれるやつで、
逆さの向きにして眉毛の黒い部分を消していきます。すごくない？消えたんだけど。ペリペラのアイブロウマスカラを使います。先が結構細くてめちゃくちゃおすすめです。これは若干ピンク味があるものかな。眉毛が終わりました。クリオの21番、このアイシャドウが本当に大好きで、ちょっと本当に欠けてるんですけど、全部マットのウォームカラーというか、そういうアイシャドウにハマっていて、ずっとこれを使っています。ベージュっぽいカラー、この2色を混ぜてアイホールにのせていきます。もうちょっと濃いブラウンとピンク、これ混ぜて二重幅にのせていきます。塗りました。ここの一番濃いカラーを取って目頭と目尻にのせていきます。このアイシャドウの方法はあんまり変わってない気がします。目頭と目尻に濃いのをのせる。これで本当に目がシャキッと引き締まる感じ、わかるかな。カラーグラムの1番のペンシルを使って描いていきます。これも変わってないかな。で、笑った時にできるここにのせるイメージかな。で、目尻は割とちょっとまっすぐめにしてあげる。こうやって丸く沿うんじゃなくて、こうやってまっすぐめに涙袋を作るのにハマっています。結構大げさに描いちゃって大丈夫。後で全部動かすので。セザンヌの03番のこのアイブロウを描くやつを涙袋の影に描いていきます。で、笑ったところの影に、でここまっすぐ、目尻にかけてまっすぐするイメージ。やばいよね、めっちゃ涙袋できた。ちょっとこれだとかなり不自然なので、ここからさっき使ったアイシャドウ、この2つアイホールにのせた色を混ぜて涙袋の上にのせていきます。トゥークールホイスクールの9番を使います。これは大好きだし必須です。これを作った涙袋の上にのせる。ちょっとピンクっぽくてすごく馴染んでくれて可愛いです。これも大好きなペンシル、トゥークールホイスクールの6番、アンダーラインを引いていきます。平行気味にここを平行にするイメージで、この先までこれをするだけで目の大きさもそうだし、目がこうクッと締まる感じがするのでおすすめ。キャンメイクのマスカラベースを使います。まずベースに塗ることでマスカラの持ちがすごく良くなるのでおすすめです。私今自末です。めちゃくちゃ頑張った。マスカラは D アップのブラックを使います。いい感じ。たら下まつげは U ピンクのブラックを使います。こんな感じでめっちゃ細くなってるの。だから下まつげすごく塗りやすくておすすめ。こんな感じで今まつげを束感にできました。ヒロインメイクのアイラインを使ってます。アイラインは本当にここだけ、目尻だけ引いていく。私はこうやって平行気味に描くのが好きです。ちょっとこう半目にして
不自然にならないようにちょっとだけここを埋めていくイメージで描いていきます。そしたらここでちょっとだけここのパウダーをのせてない部分を少し直していく。で基本的に夏はここは私はパウダーをのせないようにしてて、もうちっちゃいクッションハンデを持ち歩くようにしてて、崩れたらクッションハンデで直すみたいな感じでやっています。 3CE の02番アッシュブラウン、濃い色とこの薄い色を混ぜて小鼻を小さく見せたいのでここに斜めに入れていく。これもロージーローザのブラシです。松木用とかに売ってあって買った。鼻先をこう丸くツンと見せたいのでここに丸く円を描く。薄いブラウンを取って眉毛からつながるように。ノーズシャドウは私は一回こうやって下書き下書きをしてからぼかしていってます。でこう外向きに向けてこうやってぼかしていく。これ2色混ぜてこのフェイスライン、これも衣装にからおすすめしていただいたエチュードハウスのハイライトで、鼻のここのところと鼻先、鼻はこう全体的にハイライトを塗るんじゃなくてここの低いところと鼻先にのせるとすごく自然に綺麗に鼻がこう高く見えると思います。ここの頬の高い位置にもハイライトをのせる。かなり自然にでも綺麗に見せてくれるハイライトですごく好きです。唇の上と下とちょっとだけ目のところにのせる。いいね。このやりすぎない感じのハイライトが本当に好きで、これもオリアンで売ってあるのでみんな買ってみて。そしたらチークだ。本当にもう人生チークに出会ったの最近。このトゥースラッシュ4だったのかな。これと一緒のシリーズのチークなんですけど、ダウンピンクっていうカラー。これを初めて買ってめっちゃ感動したの。なんかチークなんだけど毛穴まで隠してくれるし、褒められます、すごく。なので色違いも買いました。ピーチクラッシュっていうカラーとこっちを買いました。こっちのピーチクラッシュを使います。軽くのせて、涙袋の影の真下ぐらいのせるのが好き。このカラーはちょっとイエベさんとかいいのかなって思ったりします。私は多分ブルベなんだけど全然こういうカラーも好きで使ってます。わかる？わかるかな。本当に可愛いのこのチークで。もうね、ブルベさんいましたらこのカラー絶対買ってください。ダウンピンク、これめっちゃいい。もう色味だけでもさ可愛いのわかるやん。これを取ってこれを重ね塗りすることに最近ハマってます。やっぱこれのカラーの方が一軍かな、私的には。このカラーだけで使っても全然可愛い。で鼻先ちょっととここの低いところに少しつなげるように、顎先も少しだけ塗る。いやーこれ画面で伝わんないな。すっごい可愛いの。いやこのチークは結構人生チークなのでおすすめです。まだあんまり知られてない気がする。そしたらほくろを描いていきます。アイライン一緒で、私はこの真ん中にのせています。いつもじゃん。リップペンシルはハートパーセントの2番を使います。唇の山をまずこうやって V にして描いて、私もともと分厚いんですけど唇が
0.2 ミリぐらいはみ出すイメージ。こうやりすぎるとちょっとおばきゅうみたいになっちゃうので注意で、この時に口角は少しグッとこう上げる。こんな感じで上げていく。ちょっとはみ出して上げる。で、唇の下はちょっとはみ出すイメージ。コツは元からこの唇ですよっていうリップ。ごめんね、起きちゃった。犬が起きちゃった。本当に私唇をすごく褒められることがあって、ヒアル入れてますかってめっちゃ言われるんですけど、ヒアルは1年半とかそれぐらい前に1回入れました。だけど多分そんなに残ってなくて、もともとめちゃくちゃ唇分厚いです。でヒアルもほんとちょっとしか入れてなくて、形整えるぐらいで入れたんですけど、まだ若干残ってるかな。でも本当にこの私の必殺技、これで可愛い唇になれます。はい、なんか手とかでいいのでなんかなりましたってあげます。カラーグラムの14番を使います。ベースにすごく良くて、こんな感じで全体的に塗って唇をちょっと大きく見せてます。わかる？このさ、元からこの色ですかみたいな感じのマットカラーが可愛くて、本当にこれは毎回仕込んでいます。はい、キュットの8番のリップを使います。唇の中心に塗ります。可愛い。このロムアンドのリップの01番を使っていきます。この先がこんな感じでめちゃくちゃ塗りやすくなってるの。唇にフィットしやすくなってて、これ単色だけではめっちゃ色がつくってわけじゃないから、私は最後に塗るようにしてて、もうグロスみたいな感じ。めっちゃ可愛い唇が完成します。はい、じゃあ今メイクが全部終わったので、ちょっと前髪とかを下ろしていきます。はい、こんな感じで私の毎日メイク動画でした。こんな感じ。最近のメイクはもうほとんどこの手順でやっているので、みんなよかったら参考になってくださると嬉しいです。韓国に行く機会がある方もよかったら同じコスメ試してみてほしいなと思います。じゃあ最後まで見てくださりありがとうございました。